フィルスタイルショーに招待してくれたのはハードカーゴという会社です。ハードカーゴという会社がもう6年、7年、8年ぐらい前から私のスバルサンバ用のキャリアとカノピーとテントなどのパーツを提供してくれた会社なんですよ。社長が田中さんなんで、今回スティーブさんよかったらフィルスタイルに一緒に出ませんかっていうことで、今回このイベントに参加させていただいております。素晴らしいものを作っているのと、パートナーシップでいろんな会社とのタイアップがあることを紹介させてください。まずブースの真ん中にあるのはこの立派なイスーズのエルフミオ。あんまり詳しいこと分からないんですが、新しい新型だということで4ドアのキャブで、これは昨日社長から聞いたんだけど、もう普通の免許で誰でも運転できるトラックだっていうことになってるんです。オートマだし、排気量はそこまで大きいものじゃないし、大型免許じゃなくても普通に誰でも運転できるモデルだそうです。それにもちろんトラック自体がめちゃくちゃかっこいいし、色がめちゃくちゃ気に入ってるんです。このライトブルーのスカイブルーの色がすごくいいんですが、さらにその上でハードカーゴのこのアフターパーツが素晴らしい。それにもう一つのパートナー会社である IPF さんのこういうマーカーライトです。すごい俺のフォードラプターっぽい部分がありますよね。そしてほら IPF のライトがこんなにあって、夜でもアメリカの田舎の道でも夜中でももうこれつけることによって見れないことは全くありません。素晴らしいです。その上にまたさらにこのキャリアとこの部分ですよね。ハードカーゴはもうアメリカでもすごい有名になったのは、完成車両とこういうパーツもスティーブのサンバーについてるパーツをみんなから言ってくるんですよ。どこで手に入れたの、あのパーツかっこいいの、俺の軽トラ用にも欲しいなっていうの。ハードカーゴなんですよね。これはカノピー、こっからこう引っ張って俺して完全にもうキャンプ、それからここでランチとかピクニックでも何でもできるようなものなんですよね。さらに IPF のライトここにあって、おそらくこれも多分回すことによってライトここにあってたり、中に課題にもこういって夜でもいつでももう見れます。ハードカーゴのキャリアの俺のキャリアにもすごい気に入ったのはこの上にあるこの部分です。形とか他のものを簡単にこのクッションの上にも乗せて、もうベルトで止めるとすごい使える便利なものです。このベッドライナーがあって、このライノライナーってアメリカで言うんですけど、物が滑れないように、あと錆とかもしないように、傷もつかないようにこういう仕上げ方なんですよね。めちゃくちゃかっこいいイスズのとハードカーゴのエルフミオクロスコンセプトです。2サムズアップですよね。これにさらに軽トラもいっぱいあります。これはどこのものなの？スズキキャリーか。これスズキキャリー、ここに書いてあったからすぐ分かったんだけど、 For your work buddy スズキスーパーキャリー、これまたかっこいいですよね。なんかグリーンというかグレーというかミリタリーっぽいイメージがあります。グリーンに黒いこのキャリア、俺のサンバにこの感じのこういうバスケットもあります。これにもう後ろにさらに来ると、もしかしたらこれは工具とか道具とか、おーすごいのが出てきたよ。今回は運んでるのはこれみたいですよね。かなり大きな場所はいっぱいありますが、こんなかっこいいキャップもイーロン・マスクがなんかホワイトハウスでこれかぶってたっていうのをイメージしてハードカーゴが今回これ作ってました。かっこいいですね。よりもこういうのがあると、ほら自分の工具道具などのものを中に入れて閉めてロックすると盗まれること、取られることはないって安心ですよね。こうもあると、こういう燃料のタンクが追加で、オフロードとかね、ガソリンスタンドのないところにこれがあると便利ですよね。ハードカーゴのホルダーがこれもついてます。これ
やっぱり荷物とかが多い時に閉められないんじゃないですか。特にもうこれがあるから、これは多分そのままでもう閉まるものなんだけど、何か運んでる時に特に長いものだとこれは開けたままでここまで、ちょっともう少し余裕ができるシステムなので賢い。日本はすごいところはいつも言わせてもらってるんですが、小さいものにどうやっていろいろな使い方、いろいろなもう小さいからもう使えないとかあるだけで言い訳じゃなくて、これは十分に使えるものなんですよね。いろいろなことにいろいろな仕事に合う日本の軽トラです。やっとアメリカ人もそれが分かったんで、25年前の軽トラと軽自動車がもうアメリカに輸出されているのは、アメリカの中でも牧場とかいろんなところに実際にもう使われていることになったもう時代ですよね。今はここに来るとさらにあって、かっこいいのはハードカーゴもホイールまでもう今作ってます。かっこいいんじゃないですか。ちょっとレトロ的な色の合わせもいいんだけど、スタイルがあとやっぱりがっちりしているちゃんとしたホイールですよね。デザインもいいんですよね。こういうところがちょっと細かい部分もあって、めっちゃスズキのエブリにこのイメージとこういうのがあるとかっこいいんですよね。これアメリカのもうテキサスに住んでる人がトラック乗り、大型トラックとピックアップトラック乗る人が必ず前にこういうガードみたいのをつけてるんですよ。なぜかというと、スティーブ・テキさんをよく見てくれてる人が多分すぐ分かると思うんですが、あっという間にどっかから知らないうちにイノシシ、鹿とかママの車がやられたっていうのはよくあるの。鹿とかも出るので、それがもうぶつかっても、イノシシはこれぶつかってもいいと 100% いいと言えないんだけど、ある程度車のダメージを防ぐことができるでしょう。そしてその上でめっちゃかっこいいこともあります。IPF のライト、またカノピーともうシステム化されてるんですよね。ほら、このレーン型にこうつくようにもうシステムになってるので、非常に組みやすい、自分で DIY でつけやすいものなので、もちろん完成車両もハードカーゴから注文することも可能なんですが、パーツを買って自分の愛車につけることも誰でも簡単に、家族で親子でやってみたらどうですか。すごいもうサムズアップになることだと思います。車両がいっぱいあるんですよね。これですね。さっき言ってたのは形が上に簡単にこの上のキャリアの上に乗せられる。実際に仕事に見た目だけじゃなくて実用性も仕事には使えるものになりますね。IPF はもうすごいかっこいい、本当にもういいライトを作ってる確かに埼玉の会社なんですよ。IPF にある商品はこういうライトバー、長くてかっこいいライトバーなんですよ。俺の、サンバーとまた俺のラプターのここに今つけさせてもらってるんですよ。とってもいい、とてもなんか商品が本当によくできている商品なんですよね。で、最近これ新商品だそうなんですが、こういうライトがやっぱりフォードラプターはインスピレーションで、フォードラプターに確かに3つなのかな、グリルの真ん中に同じイメージで、これフォレスターのグリルに入れることによってすごいなんかかっこよくなるんですよね。ものすごくいい感じです。ライトバー、もちろん上にハードカーゴのキャリア、そしてこれフォグランプ、こんなごついでかいやつ、俺のサンバのキャリアにもあります。これはね、アメリカの田舎の道、夜のもうテキサスのもう全く暗い道、何も見れない道、これつけると全部見れます。すんごくいいライトなんで、丈夫に作られているものです。このライトバーもいいですよね。外は黄色、中がこう透明のめっちゃ明るいかっこいい、ものです。ちょっと他の商品を見てみましょう。もともと IPF さんはなんかこういうものを作ってたらしいんですよね。こういうプレートとかこういうものを、これ中にサイドストレージパネルと反映するように
こういうのを作ってメイドインジャパンのパーツです。日本製ですよね。そしてこういうパネルもサイドストレージパネルといろいろこういうのも作っているのは俺は正直知らなかったので今回初めて知ったんですが、もともとやっぱり IPF といえばこのライト、もうアメリカでもうこれつけるとみんなかっこいいな、どこで手に入れたのって、いや日本から送ってもらったぞって言うと、おおかっこいいな、欲しいなっていう人がものすごく、います。さっき案内したこのマーカーライト、ラプターっぽいんだけどラプターがもう古いからラプターより全然今時のデザインですよね。これどの車両にも多分つけれると思うのでアフターでめちゃくちゃかっこいいものだと思います。そしてこういうライトがある以外にもオプション的にいろんなこういうカモフラージュのカバーがあったり黒があったり、俺はこのカバーもかけたりしているので車のイメージチェンジもこれを変えることによっていくらでもできることなのでもう大好きな。そしてもともと俺初めて日本に来た時に埼玉に住んでたんで埼玉の会社として俺は本当にもっと気に入っちゃってもう応援したいと思います。 IPF に2サムズアップですね。社長さんもすごい人なので、紹介したいと思います。田中さん、今回は本当にありがとうございます。いや、すごいですよ。嬉しいですよ。まあ付き合いが多分もう6年7年とかぐらいなんですが、今回でも一緒にイベントしてるのは初めてですよね。いや、招待してくれてありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいブース、素晴らしい会社。本当に昔からよく見てもハードカーゴがすごいなって思ってます。ありがとうございます。アメリカにもこうオフロード用にもう現行型の、最近までは結構出してたんですよね。ありましたですね。人気がね。人気があるんですよね。農場で使ったりするものとして。ですよね。まあいろいろ今ね、また関税の話とかいろいろある中で、あと25年ルールとかでいろいろある中では、またもっともっと出してほしい。もっともっとアメリカ人にもねしてほしい。そしてノーマルで乗るよりも、ハードカーゴのこのアクセサリーつけることによって、さらに使い道がいろいろ増えるということですよね。使いやすくなります。ですよね。そうです。便利に使えるようになるのと、要はお仕事とか、遊びとか好きな用途に自分仕様にカスタムしていただけると、いうことができるんじゃないかなと思います。そういうことですよね。すごい。そしてさらにパートナーシップとして IPF さんと素晴らしいライトですよ。いいですよね。すごくいいです。似合っているのと実際に夜特に田舎に住んでる俺みたいな人が夜これがあるともともと見れない道がもう見えるようになるんですよね。明るいからすごい好きです。本当にこれからもなんかいろいろな面で一緒になんかいろいろやりたいなと思いますので、今回スティーブさんがハードカーゴのブースにいてくれたことでたくさんの方が来られたので本当にもう感謝しております。こちらこそ本当にありがとうございます。皆さんとてもいい会社、もうスタッフの皆さんを一生懸命おもてなしという感じでもうサービスを、提供しているのと素晴らしい車を作っているのと、社長さんも田中さんがすごくいい人なのでハードカーゴを応援しましょう。インスタをチェックすればいいのかな。ハードカーゴでチェックしてみてください。スティーブ的視点で見たっていうのはね、もうメッセージを入れておいてくださいね。田中さん、2サムズアップですよ。ありがとうございます。ハードカーゴのブースに、一番今回俺から見るとポイントはここですよね。これも用意して、いただいた軽トラダンプのハイゼットですよね。素晴らしくないですか。もうハードカーゴのデザイン、もちろんこういうものもそうなんです。こういうデザインとかも素敵じゃないでしょうか。正常期にスティーブ POV にこれを貼って、こういうのはねもともとあったものだと思うんですが、これは特別に作っていただきました。すごいかっこいい。もうこれ今現行モデルなのでアメリカに持っていけないんだけど、いつか25年後に持っていけるようになったらこれをアメリカに持っていきたいなと思っております。素晴らしい車、素晴らしいブース、素晴らしいスタッフ、社長、もうすべては最初から最後まで本当に大変お世話になりました。ハードカーゴさん、誠にありがとうございました。サムズアップです。
楽しくてね、他の普通の自動車ショーと違いがあったのは、車もある、フードトラックもある、ただそれ以外にも犬もと家族連れの人がものすごく多くて、いろんな人に会えてとっても楽しいイベントでした。これもっとね、去年とかもししてたらもっとね早く来ればよかったんだけど、今年来てとても良かったです。とっても楽しい2日間、会いに来てくれた方に本当に感謝です。また、これからも頑張りますので、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。いつも言うんですが、日々前進、前向きに、サムズアップ的に笑顔でやっていきましょうね。ではまた、次回までよろしくお願いします。